にリース型の寄せ植えをリーフだけで作ってみたのね。かっこいいです。これですか、うんちょっと細かすぎとかって悩みながらやったんだけれども、やっぱりなんか華やかさが足りなくて、年明けたらちょっと気分新たにそうですね華やかなのが欲しくなったので、はい、今日は、くまちゃんと一緒に華やかなリース型のリース型の寄せ植えをしたいと思います。じじゃあゃあまず花合わせ。花合わせ。そう。これが一番大事なのね。はい。この中に14ポット14ポットぐらいは入るんですよ。うん細かく入れれば入れるほどどんどん入るんですけど、やっぱりおしくらまんじゅうな感じになってギュッてなってるのもちょっとどうかなと思うので、ふんわりしても14ぐらいを目安に選べばいいかなと思います。わかりました。はいじゃあこの花選びが一番ね、リーフ合わせが大事で、そうですね。この置いてる中、ね、今お店からいろいろちょっと持ってきました。はいこの中でチョイスしていきたいと思います。はい。はい。私なんかこの子が使いたい。やっぱりね、今うん。可愛いですよね。うん。これ誰？これはね、松原ファームさんの、うん。何だったっけ？この子じゃないのね。この子じゃないです。これはフィオリーナで、そっか。じゃあこの子がメインになるようはいに組み合わせをしたいと思います。今見ようかな。じゃあこのお盆の中でしようか。はい。この中が素敵になればいいね。じゃあはいここから引き算していったらいいね。そうですね。私はちょっともうこのピンクの子はもうハボタンは時期的にちょっとそうね。パスしたいパスしたい。なと思います。じゃあのけますね。引き算ですね。じゃ引き算ですね。まず置いてる中が。あ。はい。ちょっとこっちに入れちゃおう。ここに入れちゃおうかな。そうね。となると、まずじゃあお花をビオラが多分4つとか5つとかうんうん。あれば華やかになるかも。はい。じゃあビオラを同5つ。じ人。同じ人がいいのよね。そうです。なるべくあまり種類がビオラの種類もたくさんならない方が伸び方が違うじゃないですか。高さが変わってくるとそう、リースできたが時にデコボコデコボコするんです。それとふんわり感も変わりますよね。伸びてきた時も。はい。だから同じこれは種類で、はい色がいろいろ違ったりするけど、それそれははいいんですよくて、けど、同じ名前の品種のものをする。まあまあ、あったとしても2種類ぐらいまでかな。うんうんうん全部違うっていうのは、やっぱこれとこれでも全然伸び方違うもんそうだよねね。。似たよう色味はなよく似てるんですけ色味だけどもど、そう。うんうんなので、まあ入れたとしても2品種ぐらいまでの方がいいと思う。できればもう同じものにした方が、後が綺麗だよね。そうなんです。はい。じゃあ、いい、うんこれこれの黒バスミレを入れとくと、おしゃれな感じね、になるから。葉っぱもあれですけど、お花も咲いてくれるし、いいですね。こ花もれ入れ可愛いです。ときましょう。 2つぐらい欲しいではいす。。あとこのね、ブラックのクローバーもいい。はい。じゃあこれもう一個ください。もう一個、はい。黒い人。黒い人ください。はい。ね、黒くて可愛い。可愛いですね。はい。で入れて、で、あとは、シルバーリーフもう一つぐらいいきますか。うんうんわかんない。ちょっと入れながら。うん、あとプラチーノも入ってますよ入ってね。ますね。で、まあ、こういうアジュカとか、黒いも、こういうラブラドリカとかないときはアジュカとかでも代用できるし、うんいろいろできると思うので、まあ、ちょっと黒でとシルバーを入れるのが、まあシルバーはよく入れるから黒を入れるのがガーデンズ流かな。そうですね。先ほどのうんリングもそうですよね。うんうん。この年末に作ってもらったのも、そうね。やっぱりシルシルバーバーばっかりじゃなくて、映えますもんね。シルバーの中にこういう黒いのが入るそうと入るとキュッて。ね、これケールですね。ケールね、とハボタンも入ってる。はい、うん入ってます。その中にこういうプラチーナのシルバーとこの先ほども言ったクローバーのこの黒いのでキュッと締めてます。はい。かっこまあいいですね。その横に置いても素敵だなと思うのを作りたいと思う。この横にね、そうですね。あ、せっかくでもこの人もいけるよね。いけます。私これね結構好きなんです。ね。お庭の中に植えてもいいし、そう、地植えにしてもちょっと日陰とかすごい綺麗に誇ってくれますよね。ラミウムのバリオブドロン。日本名踊り子村って。はい。踊り子のようなお花がそうですね。お咲くんだよね。花はね黄色いお花が咲くけど、はい。じゃあこれで他のものはもうこれがベースですね一回ちょっと一回のけますね。はい。この組み合わせのお話なんですけども、
私は結構ポッティングガーデンで単色植えっていうのをやってて、自分はとてもそれが好きなんですけれども、どっちかというとワントンコーデですね。洋服で言うと。そうですね。そういうのが簡単なのし、組み合わせがしやすいので、ポットをね、いろいろ大きさ変えたりしてやってるんですけれども、こういう寄せ植えの場合、寄せ植えでワントンコーデはあんまりなくって、服で言ったら柄物着る感じ。そうですね。そう。柄を作る感じかな、イメージで言えば。なので、こうやって、ちょっと柄を作るので、まず。このパレットの中で、柄ができた感じだよね。で、その柄をまずこう作った上で、仕上げていくっていうことをすれば、間違いがないかな。そうですね。失敗がね、少ないですよね。やりながらまた変わってはくるけれども、まずは自分のイメージをこういうトレイとかパレットの上で描いてみることが大事です。じゃあやってみましょう。そうですね。まず土作り？そうですね。土作りの前にこれをリングにした時のイメージの配置だけを横にしましょうか。そうですね。そのお話が出たので、はい。なので、配置は今ビオラをさっきちょっと4つね。4つ、5つあるから5つ入れようかな。華やかにするなら5つ。リングなのでだいたいこういうふうに丸くね。だからメインのものは奇数だよね。奇数の方がいいです。3とか5とかの方が見た目に丸く見える。これ4つにしてもできますけど、4つにしたら1つ間違うと四角い感じのリングにならないので、5つ選ぶと初心者の方には間違いなく丸く見えるリースができます。なので4つ、それに合わせていくこの配置のものをちょっとこういうのを白をちょっと入れていくぐらい。そうですね。いきましょうか。で、本当は多分これもね、この黒いものも実はなんか三角になるように3つとかあった方がやりやすいかもしれません。ちょっと置いてみましょう。ザザザッとイメージで。買わなかったらどれに行きます。そうしますよ。黒い横にシルバーのものなんか来たら素敵です。素敵ですよね。もう一つ。こんな感じ？こんな感じでちょっとザザッとなんとなく完成形の色合いのイメージとかをしてもらったらいいかな。これが完成形のイメージですね。これやってる途中でまた足りなかったら入れていくのいいと思うんですけど、ここがちょっと寂しいな。ここ寂しい。これなんかこうなんだよね。こうなったと思えば。こんな感じか。そうね。素敵じゃない。こんな感じで。はい。トレイに、そうね、トレイに1回入れてコーディネーションして、その後リングに並べてみることが大事ね。そうですね。どこにどれを行こうかなっていうのをあらかたちょっと決めてもらってしたらいいかなと思います。なんだかこれでいくと14以上ありそうね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、23パットあります。嘘。頑張って入ればね。多分ね、苗がちっちゃいからそんなことになってるんだと思うんですよね。2つにね、分ける子は2つに分けて省いていけるから大丈夫よね。はい。じゃあ土の用意しましょう。じゃあもう土の用意します。今日はこのリング型の入れ物に入れるんですけれども、花の土にこのいつものベラボンですね。培養土、これこのヤシの実のチップです。これを土に対して1対1で入れます。培養土の方はここに入れてるので、ここにザバーッと1対1になるんでベラボンを入れます。で、ベラボンと土をよく混ぜますね。肥料も入れますよ。入れてください。ガーデンツはいつもバイオゴールドの元肥を使っています。下から混ぜてくださいね。上ばかりベラボン塗らないように下からよく混ぜてもらったらこんな感じですかね。土の状態。こうやってね、ふわーっとなる感じですね。なりますね、大体。で、そしたらこの混ぜた培養土をこのリングの中に半分ぐらいざっと入れていきます。ぐるぐるって。スーッと。
ふわーっとね、押さえつけないで半分ぐらい。半分ぐらいですね。うん。で、入れていただいて、はい、半分ぐらいですね。半分ぐらいです。はで、これを置くんですけど、こういうリースにもこのね、こう引っ掛けるフックがついてるんですけど、これを上として置いてください。だから完成した時にこっちが上かなとかいうのをどこでも OK じゃなくて、なんとなく私はここを上として作ろうっていう感じでバランスを見て配置していきます。い。じゃあ、まず大事なビオラが一番だよね。はい。はい。これをポットから外して、はい。で、ちっちゃくするね。はい。そうまずちょっとこの肩の部分を外して、はい。で、くまちゃん流の、これね。その前にね。その前に何？その前にね、このね、リングの高さに、そっか。これが大きいから、まず一番にここをガボってのけちゃうんですよ。ガボって。そうですか。はい。で、そこからこうしてもらうといいと思います。思い切りがいるのね。最初ね。わかりました。まずはガボッと。ガボッと。一つかみここで。下でね、取るのね。そう、それぐらい、それぐらい、もう土を。で、あとは肩のところと、落としながら、そうです。横をシャッシャッと。シャッシャッとしてくれたら。で、この時なんですけど、よく皆さんにもお話ししてますが、トイレットペーパーの芯よりは小さくしないでね。これしてたらね、もう、あれとか思うぐらいの人もいらっしゃるので、なるほど。根っこはやっぱりある程度ある方が、お花が咲いてるものは特に、根っこが小さくなるとお花がちょっと一旦止まります。なので、なるべくお花のダメージを少なくするために。で、次になるポイントなんですけど、今からリングに入れていくんですけど、リングに入れるときは、こう、リングが丸いから、丸くなる方向を、この苗の向きを考えながら入れるんですね。クリスマスのリース作るときと一緒なのね。はい。でないと、太さが、完成形が全部幅も同じ、高さもなるべく出たり引っ込んだりが少なくなる方がリングが可愛くできるかなと思うので、クリスマスのリースと一緒なんだ。そうです。はい。で、ちょっとこうやって入れるときに、もし土が多かったらちょっとこうほぐほぐしてくれたら入ります。で、ギュッと入れてもらって横から土をこう寄せてもらうとしっかりと。で、高さはこの高さなんですけど、ここから出ないように、このリングの縁と同じところにいっぱいいっぱいです。で、高さを揃えてください。で、キュッと入れてもらうと、揃えます。じゃあこれを5箇所、まず入れますね。まずメインをちゃんと植え込んでいきます。はい。じゃあ、はい。じゃあ次、どこから植える？そうですね、もうじゃあ、こっちから順番にこうぐるっと回って作っていきたいので、まずはこの子を中心にこのカラーリーフを間に入れていきたいなと思います。今日はねちょっとねこの 2.5 寸のポットもたくさんあるので予想よりたくさんね入ります。このブルーの色にこの白大陸のこのシルバー、白大陸も種類があるんだよね。大きいねこれね。結構ですね。これかな。ラミウムは分けられないかな。なるほど。分けられそう。だからちょっと数減らせそうですね。これも下をまず下をのっけて、でこれねほら2つになってる。あるからある2本入ってる。なのでこの間根元を必ず持っててください。で、これすごい水ピチュピチュだわ。すると2つに分かれるので、でちょっと置いといて、でこれちょっと。中先挟みたいな。なんか葉っぱの大きいものばっかになっちゃいそう。この人は分かれません、ね。分かれたらいいのにな。分かれてる子もいたよね、今まで。そうですね、生産者さんによって、こういう寄せ植えとかに2本植えとか3本植えとかしてくれてる生産者さんもいるので、細かく分けたいものを使いたいときは、ちょっとそういうのを見た方がいいですね。そう、葉っぱの大きなもの同士をね、隣に持ってこない方が素敵なのができます。そうですね。はい。で、なるべくこの幅を同じぐらいでいきたいので、入れる向きとかも考えながら。
で、さっきのちょっとこれを、この次入れちゃおうかな。ちょっと出過ぎたなと思ったら、今こう私、あえてこうしてたんですけど、出過ぎるなと思ったので、ちょっとこっちに寄せてみます。そうすることでも少し、この幅を抑えられるかなと思うので、今ここまででこうしますね。ちょっとこの次、この間を埋めていきたいので、ちょっと白いお花も入れようかな。私は黒い子をちょっといじくろうかな。お願いします。はい、リースを作るときには、ちょっと華奢かなと思うような大きさのものの方が可愛くできるかも。じゃあこうガボッとのけるのね、下ね。そう、下はね、ガボッとね。はい、ガボッと。ちょっとこれ長いの切らせていただきます。じゃあちょっと。これが次の時がいい。ここでね、このリングの横で入れて、こう出したり引っ込めたりするんじゃなくて、この横でどうしたらこの中でうまく収まるかな。向きね。そう、向きも大事なのね。向き葉っぱがね。そう。うん、なので向きを、例えばこうとか出しちゃうとビロってこっちに出ちゃいそうだし、あとなんかここの苗が、例えばこことかだったら葉っぱが、花がないので、ここをカバーするのにこう持ってこようかなとかいう感じで入れていくと。シミュレーションまずしとくんだね。横でね、シミュレーションしてもらうと。うんここでこうなったら、さっきのここがちょっと足りないな部分足りない分ね、どうがする？補えて、あとここに何か欲しいな。そう、これ。分けて入れたい。分けて、はい、分けます。ハンギングバスケットよりはちょっと楽。ね、これなんかもう夏だとなかなか水持ちが悪いからできないけど、そうですね、冬はできるののチャンスよね、今チャンスでね。すね。で、冬は寒いからあんまり成長しないので、このリングの大きさっていうのもキープできるので、綺麗にできると思います。かわいい。シルバーが入ってきたかわいいな。いいです。まだここに何か私の手、そう。こういうシルバーのね、刃物とかをしてたらもう黒くなっちゃうので、仕上がった時に。時々間で。はい。この子が入るぐらいかな。はい。そうそう。根っこをね、これ私、ちぎっちゃったけど、全然、もともとちぎっただけで、それぞれにも根っこがついてる。パチンと切って入れるね。はい。そしたらまた根っこが伸びてくるの。この横にランナーで広がっていくタイプなので、こういう子は切っても大丈夫です。切っても大丈夫です。はい。はい。ちぎれないので。切るならもうガスッと切った方がハサミでね、傷口が引っ張るよりね、切断をした方が痛そうにないよね。そう、切断の方がいいね。そうね。植物それぞれですけどね、ガンガンやっていい人とやっちゃダメな人もいます。もう絶対触ったら触れるだけで嫌な子もいるんだよね。います。アリッサムだったっけ？アリッサムダメですね。触るだけでも嫌なんだよね。なるべく切れたらもう絶対嫌。ナイーブになりやすい子。そうですね。はい。はい。はい。完成しました。完成です。ほら、ね、ぴったりじゃん、このシックさが。ね、2つ置いても一緒に置いても可愛いし。素敵素敵。素敵ですね。じゃあ、水やりをしましょう。はい。はい。じゃあ、ちょっと、そうですね。さっきね、からずっと使ってる、この鉢底のトレーね。はい。これがすごい便利です。カポって置きます。ちょうど置けるので。ちょうど置けるので。はい。で、もう水は上からゆっくりと洗いながらやね。洗いながらですね。今日はちょっと汚れちゃったので、洗いながらじゃ干しちゃおうかしら。花にはあまりかけないように、葉っぱは洗いながら。そうですね。この下をゆっくりゆっくりと。結構根っこをこう引きちぎってるというか、細かく分けたりしてるので、きちんと水が全体に行き渡るようにあげてください。ゆっくりゆっくり。これですね。これごめんなさい。水がちょっと少ないんですけど。皆さんはこれを一度これで落ち着かせて、もう一回くらいあげると、この中まで水がきちんと入ると思いますので、そうしてあげた方がいいと思います。はい。
そして下に水がね溜まっていいのよね。そうです。この中に溜まった水を吸い上げてくれるので、最初のまね。ず最初はもうそれをしてください。はい。で、特に心配な人ね、こう、痛めちゃって心配っていう人は、この中に、なんだろう、ネメデールさんとかそういった、あとバイオゴールドのバイタルとか、そういった活性剤ね、根の。活性発剤を、酵剤みたいなね、のを一緒に入れてこうね、そうです。上げてう、ん下から吸わせてもいいかもしれない。そしたら、ダメージが少なくって、復活も早いと思うので、そうしてあげたらいいかなと思います。はい。すごい素敵。あよかった。よかった。もうね、昨日からね、ここもバーゲンだからね、はいもう苗がなくなるんじゃないかと思って、はいすごい心配してたんですけど、ねそうなんですなんとかある苗で素敵になりました。これともぴったり。ぴったりです。本当に。置いたら、かわいいです。かわいいね。もうじゃあ出そうか。はい。よいしょ。あ、すっごいすっかり重くなっています。そうなんです。はい。じゃあまた2月3月と膨らんできますよね。はい。ふバわンバンふわっと。はい、それがすごく楽しみです。はい。それと、ごめんなさい。これね、このまんま、1週間ぐらいはこのままの状態で置いてあげてください。で、こうやって立てらす人は立てらしてもいいんですけど、斜めかな。で、水やりするときはもう一度戻して、必ず戻して水やりをしてください。はい。はい。すいません。はい。じゃあお庭が華やかになるな。嬉しいな。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。